こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。Xbox 360のオンラインストアが2024年7月29日をもって閉鎖となり、ダウンロードソフトや追加 DLC などの販売が終了することが発表されました。今回の動画では、この360ストア閉鎖に伴う注意すべき点や購入不可となってしまうタイトルについて詳しく解説していきます。ぜひ最後まで見てね。まずは Xbox 360ストアが閉鎖してしまうことによってできなくなること、そして閉鎖後も変わりなくできることを解説します。今回閉鎖となるのは Xbox 360本体上でのオンラインストアおよび Web 上での Xbox 360マーケットプレイスで2024年の7月29日以降はゲームと追加 DLC の購入、またアバターアイテムやゲーマー写真、ゲームトレーラーに Xbox 360上でのゲーマータグの変更も不可能となってしまいます。ただし、ストア閉鎖前に購入したタイトルや DLC などに関しては、ストア閉鎖後も再ダウンロードを行うことはでき、プレイ自体も問題なく可能です。もし欲しいタイトルがあれば、7月29日までに購入さえしておけば大丈夫ということですね。また、広報互換に対応していて、Xbox One やシリーズ X、S のストアで購入することができる360タイトルに関しては、ストア閉鎖の影響を受けず、今後も販売を継続していくことが明らかになっています。ブルードラゴンとかロストオデッセイだとか、忍者ガやデッド・オア・アライブシリーズなどなど、広報互換対応タイトルは基本、販売は終了しないということです。また、広報互換対応タイトルの追加はすでに終了しており、今後新たに追加される予定もありません。なお、ストア閉鎖後も購入済みタイトルのアップデートやオンラインプレイなどは引き続き楽しむことができます。さらに、ここからが重要で、Xbox 360本体でご利用コードを利用し、コンテンツに交換する場合は、2024年7月29日までに交換する必要があります。その日を過ぎてしまうと、使用できなくなる可能性があります。と、公式サイトにて注意書きがされています。ご利用コードとは360本体や一部パッケージ版に特典として封入されていたゲームのダウンロードコードのことで、こちらの引き換えもストア閉鎖と同時に終了となる可能性があるとのことです。私自身、当時のご利用コードがまだ何タイトルか引き換えず残っていますし、もし手持ちで未使用のコードを所有している方いましたらご注意ください。ただし、額面通りの5000円分や1万円分などの Xbox 360のギフトカードのご利用コードは、現行のストアで追加が可能なので、今後も使用ができます。ただ、こちらにも注意点があり、額面通りではない古いタイプの1400や3500ポイントなどで販売されていたマイクロソフトポイントカード、アイマスやモンハン柄などでも販売されていたもので、当時ゲイツポイントなんて呼ばれていたものですね。こちらは2019年の時点ですでに引き換えが終了しており、現在ではたとえ未使用のコードでも利用することができなくなっています。今でも稀にフリマアプリなどで未使用品が販売されていたりしますが、もう使えませんのでご注意ください。ここからはストア閉鎖までに見逃さず押さえておきたいタイトルをご紹介していきます。ストア上の表記でプラス Xbox One と記載されているタイトルは広報互換に対応していて、Xbox One および Xbox シリーズ X や S でも遊ぶことができるタイトルとなっています。ただし、すべてに記載があるわけではなく、プラス Xbox One と書かれていないタイトルの中にも互換対応しているタイトルもあります。やはり Xbox 360でしか遊べない一番の目玉ジャンルはシューティングゲームですね。パッケージ版の金額が高騰していて、中古で購入しようとすると非常に高額なタイトルが多いですが、ダウンロード版ではかなりお買い得に購入することができます。例えば、ドドンパチ最大往生は中古相場が1万円以上となっていますが、360ストアでは2700円で販売されていますし、ギンガフォースも同様に2675円で購入できます。虫姫様も2700円と格安です。ただ最近になって虫姫様やドドンパチ大復活、
エスプガルーダ2などの一部タイトルはスイッチ向けにリリースされるようになり、2024年の現時点ではプレイするだけならスイッチの方で遊びやすい環境かなとは思います。現時点で他機種では遊べず、移植の予定もないタイトルとしては、乙女デウスシリーズ2作が有名タイトルかなと思います。1作目のゴージャスが2675円、続編のエクセレントが3024円で購入することができます。グラディウスとパロディウスシリーズの流れを組んだゲームで、乙女とついたそのタイトルの通り、女性キャラクターたちが前面に押し出された作品となっています。ムチムチポーク&ピンクスイーツも非常に高騰しているタイトルですが、ダウンロード版では2700円で購入可能です。セクシー路線な作りの縦シューティングゲームを2本収録していて、こちらも現時点では他機種ではリリースされていません。個人的に特におすすめなのは、マモルくんは呪われてしまった。こちらもパッケージ版の価格が高騰していますが、3024円で購入できます。妖怪退治をテーマにした全方位型の和風シューティングゲームで、キャラクターは皆非常に可愛く、何よりも BGM がものすごくかっこよくて、360で遊べるシューティングタイトルの中では一押しの作品です。その次はプロジェクトシルフィード1990円。こちらはパッケージ版の流通量が比較的多く、これまでに紹介したタイトルほど高額ではありませんが、互換対応されていないスクエア・エニックスの360独占タイトルとなっています。宇宙を舞台にした 3D シューティングゲームです。シューティング以外のジャンルでは、セガのリズムゲーム、スペースチャンネル5パート2は現行機では遊べないタイトルですし、桜井正宏さんが開発を手掛けた DS のパズルゲーム、メテオスの続編となるメテオスウォーズも Xbox 360独占の名作です。ただ、桜井さんはウォーズの方の開発には関わっていないとのことです。基本的にライブアーケードで販売されている作品はほとんどがパッケージではリリースされていませんので、ライブアーケードで互換対応していないタイトルはお見逃しなく。実績狙いのコアなファンの方向けですが、メタルギアソリッド5ファントムペインの国内の360版はパッケージが未発売なため、ダウンロード版で購入するしか遊ぶ手段はありません。同様にバイオハザードやバイオハザード0 HD リマスターも360版のパッケージが出ておらず、ダウンロード版のみになっています。また、市営のソナーにいるリフレインは6583円と高価ですが、パッケージ版も高騰しています。PSP と Xbox 360でのみ発売された作品で、Xbox タイトル全体として見ても貴重な女性向けアドベンチャーゲームとなっています。なお、天外魔境ジライアやジョジョの奇妙な冒険未来への遺産 HD バージョンのように、すでにダウンロード版の販売が終了してしまっているようなタイトルでも、過去に購入さえしていれば映像のようにいつでも Xbox 360で遊ぶことはできます。今回の Xbox 360ストア閉鎖に伴って多くのタイトルが購入困難に、パッケージ版の存在しないタイトルに関しては入手不可能となってしまうので、この先もダウンロード版を確保しておきたいというタイトルがある方は、ストア閉鎖までに購入しておくといいかなと思います。Xbox 360ストアの閉鎖は2024年の7月29日となります。気になるタイトルはぜひ見逃さずチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。